皆さんこんにちは。写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミでは最新のオートフォーカスを使ってみようと題して日々進化しているカメラのオートフォーカス機能について井上の視点から見ていきたいと思います。今この動画を収録しているのは2024年7月末なのですが、先日ソニーマーケティング株式会社からソニー製品の出荷価格の改定の案内がリリースされていました。しかも平均改定価格率は約 10% です。中にはちょっとね、えぐい価格改定率の製品もあるので、8月以降も幸せになれるようにという思いも込めて見ていきましょう。この 1,2 年の間に各メーカーからリリースされてきたカメラの新型モデルの多くが、いわゆる認識 AF という被写体をより正確に認識して追従するオートフォーカスが搭載されるようになりました。この技術は被写体の顔や頭、目、四つ足の動物や小動物、そして鳥、乗り物であれば電車や車、そして飛行機などを特定して追従するために AI や機械学習アルゴリズムを使用していることに特徴があります。この機能を使うことでピント合わせが楽になるだけでなく、これまで以上に粘り強くピントを合わせたい位置の追従が可能になって、被写体が動き回るような難易度の高いシーンでも高くて安定した撮れ高をもたらしてくれるようになりました。例えば井上が使っているソニーの一眼デジカメの α シリーズを例にすると、2022年から AI プロセッシングユニットというオートフォーカスの計算をする演算装置を搭載するモデルが出始めています。 AI プロセッシングユニットは被写体や被写体の部位を認識するリアルタイム認識 AF と認識対象を粘り強く追従するリアルタイムトラッキングという機能を高い次元でかつ高速に処理をしています。実際にこの AI プロセッシングユニットが搭載されたカメラでどのようなオートフォーカスの動きがあるのか、ファインダーの中で展開される表示を見てみましょう。キツネが出てきたら、なんか動物がいる。そして目にピントがいきます。そしてキツネが体勢を変えて目が見づらくなると頭や体にピントがいくんですね。こんな感じ。いいですよね。単調も目が見えてれば目のところ、目が見づらければ体、目が分かればすぐ目にピントがいきます。袋も振り返って目が見えてきたらこの通り。モモンガはね、結構目が大きくてよく見えてますよね。そしてこの追従ぶり、なかなかいいですよね。ラッコ、こんな風にラッコもちゃんと追従してくれるというのがいいですよね。車、これはね、僕の車なんですが、こうやってね、車の前の部分を認識して追従をしてくれます。飛行機もね、機種の部分をこうやって追従し、機種が見えづらくなったら飛行機全体を追いかけるようになります。今こんな感じ。そう、全体を追いかけてますよね。ね、いいでしょう。今ここで新しいカメラを手に入れるとして、これから主流になる AI を使った新しいオートフォーカスを搭載するカメラと搭載しないカメラとでは、被写体が動き回るようなシーンで1枚目のシャッターを切るまでの時間を短くすることができます。躍動する野生動物やスポーツ、走り回る子供たちを撮りたいというシーンなどにおける今撮りたいのね、これの強い味方になってくれるということは容易に想像ができると思います。また何が起きるかわからないけど、この先数秒間は何かが起きる可能性が高くて、その一部を取り残したいという時に認識 AF が狙った位置を粘りよく追従してくれるとなれば、そこでの連射っていうのはやはり素敵なものになるはずなんですよね。もちろんちょっと意地悪な言い方かもしれませんが、動き回る被写体をカメラを手にしてから何年も何十年も追いかけてきたような熟練の方々で自信家の方々、あるいは一眼レフ機のフラッグシップ機やソニーで言えば α1 のような化け物のように高速かつ正確なオートフォーカス機能があるカメラで撮影している方は、これは僕ですけど、そんなのいらないとね、おっしゃるかもしれません。でもこの新しいオートフォーカスの魅力というのは、そういった角度から評価されるべきものではなくて、価格帯でいうとミドルクラスやエントリークラスのモデルに搭載され始めていて、熟練していない方であっても、超高価格帯のカメラを使わない方であっても素敵な撮影結果を得ることができる可能性を大幅に高めているという点にあるのかなと井上は思っています。被写体が逃げることがまず想定しづらい風景や
余裕を持ってしっかりとポーズをとってくれる人間を撮ることがメインの方や、ピント合わせで苦労する動作、そういった撮影体験それ自体が楽しいという方でなければ、次に導入するカメラは認識 AF を搭載したカメラを選ぶことを井上は強くお勧めします。井上が使っているソニーのカメラで AI を使ったオートフォーカス機能が搭載されたカメラ選びの具体例を見ると、 APS-C センサー機の α6400 など6000シリーズを検討されているのであれば、認識 AF が搭載されている α6700 を、ベーシックなモデルの α7-4 を検討されているのであれば、認識 AF が搭載されている α7C2 を、高画素機の R シリーズを検討されているのであれば、こちらも認識 AF が搭載された α7CR や α7R5 を選ばれると、より良い撮影結果を期待することができ、結果として長く楽しめるのかなと思います。ここからはご紹介しているソニーの AI プロセッシングユニットを搭載して AI による認識 AF とトラッキング AF ができるおすすめのカメラボディによる作例をご紹介しましょう。まず α6700 を見ていきましょう。このカメラ、風景から野生動物撮影まで万能の APS-C 機です。こちらのカットは左側の子狐が画面の左からずっと走ってきたのをファインダーの中で追いかけて撮影しています。先ほどの AI プロセッシングユニット搭載機のファインダーの中を映像でお見せしましたが、その中にこのシーンがありました。あの一連の連写の中で撮れたのがこの1枚なんです。オートフォーカスがしっかりと左側の子狐を追っていたのがわかる1枚と言えるでしょう。あくまでも井上の感覚ですが、 AI プロセッシングユニット搭載機でないカメラでこれを撮影するのは相当な慣れと技術、そして運が必要になると思います。慣れと技術と運という要素を乗り越えさせてくれる AI プロセッシングユニットはありがたい機能かなと思います。草むらの中から聞こえてきた短い悲鳴、兄弟で喧嘩をしてガブリと鼻先をかじられています。これは痛そうですよね。体の大きな子がその鼻先を小さな子にガブッとやられてしょんぼりする展開は、どこの狐家族でも見かける微笑ましい出来事です。このカットは認識 AF の恩恵を強く受けています。というのも、まずこの2匹がこの隙間に現れていたのは3秒もありませんでした。0.3 秒でも 0.7 秒でも1秒でも早くピントを合わせたいものです。また手前に草がピンピンと伸びていて、認識 AF がないカメラでは油断するとピントがこの草に持っていかれることが少なくありません。認識 AF は子狐の瞳をしっかりと追い続けてくれるんですね。こういった点で認識 AF はかなり有用だと思います。ちなみに驚異的に高速かつ正確なオートフォーカスがソニーの α9 に搭載された2017年や2019年に動物瞳 AF が実装される以前というのは、こういったシーンではオートフォーカスが迷ってピントが合わない写真を撮るくらいなら確実に撮るためにということで、井上はよくマニュアルフォーカスで撮影をしていました。ピントを合わせるまでの間に撮り逃した素敵な瞬間は数えきれないほどあります。またピントを合わせることができないまま被写体がいなくなってしまったことも数多くありました。今日のカメラがどれだけ素敵なのかとかつて思い出してちょっとため息が出たりします。でも大切なのは今日という今、そして明日というこれからですから、今使うことができる素敵な技術で新しい写真をいっぱい撮っていきたいなと思います。ここで紹介している α6700 はフルサイズセンサー機よりもセンサーサイズが一回り小さな APS-C センサー機です。そのため画角がフルサイズセンサー機に比べて 1.5 倍の焦点距離のレンズを使った時と同じサイズになります。ここに超望遠レンズの使用頻度が高くなる野生動物撮影の時のメリットが出てきます。このエゾフクロウのカットは 400mm のレンズに2倍のテレコンバータを装着して 800mm の焦点距離を得ています。これらのレンズが APS-C センサー機である α6700 に装着されているので 1.5 倍相当の焦点距離の画角となるので、光学 1200mm という超望遠域の撮影が可能となるのです。これは野生動物への撮影圧を減らすためにも非常に魅力的なことと言えるでしょう。風景もよし、もちろんこういったカットは認識 AF の恩恵を受けるものではないのですが、この α6700 でも風景がちゃんと撮れますよという意味での作例紹介です。
さて、この α6700 は同世代のフルサイズ機に比べると当倍まで拡大した時にノイズが少し多いなという印象があることは否めません。ただちょっと表現が難しいのですが、均一で整ったノイズな感じがします。 Adobe Lightroom の AI を使ったノイズ除去と非常に親和性が高い印象です。クリック一つでスッとノイズが効果的に消えますから、大きな心配をしなくてもいいのかなと井上は思っています。この点が気になる方や、野生動物撮影よりも風景撮影のが多いよという方は α7C2 を導入するという選択肢も良いのかなと思います。さあ、ここからはその α7C2 を見ていきましょう。このカメラは α7-4 がコンパクトになって認識 AF が搭載されたという、そんなカメラだと井上は感じています。こちらはイギリスの古代巨石群であった子羊です。この子の顔を見てると逃げちゃうのですが、君のことなんて気にしてないよという感じでそーっと近づいていくとね、なんか許してくれる、そんな子でした。そうなるとファインダーを見ながら撮るわけにはいかないのですが、右手にカメラを持って、で手を伸ばして低い位置にしてあげてね、背面のディスプレイを見ながらの撮影でした。α7C2 の認識 AF が子羊をちゃんと認識して、その瞳にオートフォーカスの狙いをつけてくれました。かつては瞳のあたりにオートフォーカスで狙う位置を定めるポイントを置くなんてことがね、必要だったのですが、今日ではそんな作業は不要です。シャッターを押すだけで良くなったので、構図作りや他のこと、この時だと僕は君のことなんて気にしてない、同じ空間にいるだけだよなんて言ってね、子羊に対するお前のことなんて気にしないポーズというかアピールに集中することができるわけなんですね。イギリスへ持っていったカメラとレンズはこの α7C2 と 24mm から 50mm のズームレンズ1本だけでした。素敵な子羊をアップで撮りたいのだけれど 50mm だとちょっと遠い、でももう少しだけ近づきたい、そんな時は α7C2 の3300万画素を生かした APS-C サイズでのクロップ撮影がおすすめです。クロップ前が7008ピクセルで APS-C サイズでクロップすると6408ピクセル。クロップしてもこれだけ残っていれば十分に楽しめるというのが井上の感想です。この作例はまさにそのクロップをして撮影したもので、 SNS に載せたりこうやって YouTube の画面に表示するのであれば十分と言えるでしょう。認識 AF も子羊の瞳にバッチリと働いてくれています。旅先へカメラを持っていくにはコンパクトな α7C2 がいいなと感じています。認識 AF 機能のための AI プロセッシングユニットを搭載しているカメラですから、薄暗い夜の街中でも S 字カーブを勢いよく下ってくるロンドンバスを認識して、そのフロント部分を粘り強く追従してくれています。こういうオートフォーカスが欲しかったんですね。ソニーのフラッグシップ機の α1 にさえ搭載されていない本当に素敵で心強い新しいオートフォーカス機能です。またこのカメラフルサイズセンサーを搭載してますから、ノイズも少なめでこういった夜の撮影で使いやすいなということを感じました。タワーブリッジを走るロンドンバスや上空を飛ぶ鳥を認識させて撮影したわけではないので、認識 AF の恩恵を受けているカットではないのですが、ご紹介させてください。α7C2 は非常にコンパクトなフルサイズ機ですから、首から下げておいたり小さめのカメラバッグに入れておいて、撮りたい時にさっとね取り出して高画質で撮るということが現実のものになっています。これはね本当に嬉しいことだなと思うんですね。そのサイズや重量感などは α6700 とほぼ同じだと表現すれば、一眼デジカメなのにすごくコンパクトだということを理解しやすいかもしれません。画素数は3300万画素、一回りくらいのトリミングに十分に耐えて、ロー現像するときに PC の負荷になりにくい取り回しの良い画素数かなと井上は感じています。ここからはソニーのデジタル一眼カメラの中で最も画素数が多い6100万画素の α7R5 も見ていきましょう。超高画素機ではありますが、認識 AF 搭載機ですから野生動物撮影もしっかりとこなしてくれます。AI プロセッシングユニットがキタキツネの体と頭、そして瞳をしっかりと認識して、これまでとは比べ物にならないくらい粘り強く追従してくれるようになりました。このシーンのように不意にキタキツネが近づいてきて画角から溢れそうになってもピント合わせのことなんて考えなくてよくなったので、冷静に画角を考えながら対応する余裕が生まれていることを強く感じます。こちらは噴煙を上げる十勝岳をかすめるように旋回をして旭川空港へアプローチする飛行機です。認識 AF は飛行機も認識してくれます。これくらい離れていると飛行機の全体を、そしてもっと近づいて大きく見えてくると飛行機の機首の部分を認識して高精度に追従をしてくれます。
認識 AF が搭載されていないカメラでこのようなシーンを撮影しようとすると、飛行機にオートフォーカスのカーソルを当てて追従させることになるのですが、何かの拍子に不意に背景の山肌のコントラストの高いところを追いかけ始めたりして安定しないことが少なくありません。認識 AF とそれに基づく追従の機能というのは、そういった不安定さを解消してくれるという点で素敵な機能だなと思います。キネズミことエゾリスの躍動感たっぷりの1枚。超高画素のカメラだってこんな躍動感たっぷりのカットを得ることだってできるんです。これはどのように得られた1枚なのでしょうか。これは超高画素カメラならではの1枚と言っていいでしょう。これが元の写真なんですね。そう、トリミング前のものです。AI プロセッシングユニットが初めて搭載された α7R5、エゾリスのような小動物の認識と追従ができるようになりました。それに加えて6100万画素という超高画素ですから、今みたいな大胆なトリミングができるんですね。こんな感じに。これだけ大胆にトリミングしても長辺は2600ピクセルを超えています。SNS や YouTube の画面で見るには十分と言えるでしょう。特に Instagram であれば十分すぎる画素数です。かつてトリミングを大胆にすることはひどく否定的に評価される時代がありましたが、この数年は各社が超高画素機をリリースする中で急速にその雰囲気が変わってきているように感じます。写真表現にとって大切なことは意地悪な言い方ですけど、脳トリですとね、プロセスを評価されようとすることよりも、リリースするときにどう見える一枚なのかということの方が本質的なことなんだということを多くの人たちが気づき始めているということかなと井上は感じています。今回の写真表現ゼミでは、最新のオートフォーカスを使ってみようと題して、日々進化しているカメラのオートフォーカス機能について井上の視点から見てきました。AI や機械学習アルゴリズムを使用して進化している認識 AF や、それに基づくトラッキング機能の魅力や利点を再認識することができたことと思います。カメラの入れ替えを検討している方は、認識 AF やトラッキング機能があるカメラも選択肢に入れてみるのも良いのかなと思います。そうそう、2024年の8月からソニーの価格改定でなかなかの改定率なのが、いわゆる Z バッテリー。今ソニーストアの店頭で1万円弱ぐらいで販売されているような気がしますが、1万4000円になるそうですよ。ソニー製のデジタル一眼カメラの現行モデルに共通のこのバッテリーは2017年から展開されています。もしかすると皆様のお手元のバッテリーは製造年から年数が経っていたり、あるいは充電の繰り返しで期待通りのパフォーマンスが得られない可能性もありますから、こういったタイミングで増やしておくのも良いのかもしれません。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。